皆さんこんにちは。昼間は革製品やお土産などを売る出店でにぎわっている中央市場の横になります。今日は夜のフィレンツェを歩きながら昼間の風景と比べてみたいと思います。自分が中央市場の横を通った時は出店の人たちがちょうど帰る頃でした。なんとなく福岡の屋台を思わせるような光景でした。それではこの道をまっすぐ進んでいきます。いろんな色の石を使って作られたメディチ家礼拝堂ですが、夜はどのようになっているんでしょうか。夜の礼拝堂はライトアップされていました。それでは次の場所、サンロレンツォ広場まで歩いていきたいと思います。サンロレンツォ広場では犬たちに会うことができました。3本足のワンちゃんもわざわざ挨拶に来てくれて心が和みました。犬といえばプリンチペというお店にとってもいいコップが置いてあったんですけれども、今となっては買ってくればよかったと後悔しています。フィレンツェのあたりではトスカーナ風のステーキということでとっても分厚いステーキが有名なんですけれども、それを食べさせてくれるレストラントラットリア・ダロステの外にはたくさんの人が待っていました。 Google のレビューでは5点満点のうち 4.7 という大人気のレストランです。いよいよフィレンツェの観光の目玉であるドゥオーモ広場にやってきました。八角形のサンジョバーニ洗礼堂やサンタマリア・デルフィオーレ大聖堂、そしてその横のジョットの鐘楼などすべてがライトアップされてとても綺麗になっています。昼間ほど混んではいませんが、それでもたくさんの観光客が訪れています。このようにライトアップされていた方が建物の色が分かりやすいような気がします。昼間はこのジョットの鐘楼の頂上から向かいのドームの上に乗った観光客が見えるんですけれども、そのドームの頂上も夜はひっそりとしています。フィレンツェの夜の治安を心配されている方もいるかと思いますけれども、このように女性が一人で歩いていることも多く、女性一人でも夜歩けるようなぐらい安全な場所だと言ってもいいと思います。次はシノリーア広場にやってきました。高い塔を持つ13世紀に作られたベッキオ宮殿が見えています。今は半分市役所、半分は博物館というような感じになってますけれども、高い塔の上からはとても眺めがいいので観光におすすめの場所です。広場にあるローマ神話の海の神様ネプチューンの像も夜はライトアップされているようです。
このベッキオ宮殿の中の500人広間はもう一度フィレンツェに行く機会があったら寄ってみたいなと思っている場所です。宮殿の右側のロッジャ・デイ・ランツィは14世紀のイベント会場で今は野外美術館になっています。メディチ家の人々はこの上にテラスを作って広場を眺められるようにしました。このテラスの部分は今はウフィッチ美術館のカフェになっています。鳩に監視されながら楽しい食事もできます。ベッキオ宮殿前のダビデ像のレプリカもライトアップされています。でも本物の方が室内に入っているのでより大きく感じられます。昼間は行列ができるウフィッチ美術館も夜はひっそりとしていました。左側にはボッティチェリの有名なヴィーナスの誕生やプリマベーラ、春などの作品があります。また右側にはレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランチェロの絵があります。さて、ディカプリオ家の奥様が妊娠していた時にこの美術館でレオナルド・ダ・ヴィンチの絵を見ていた。まさにその時、お腹の中の赤ちゃんがお母さんのお腹を初めてキックしました。これも何かのお告げだろうと赤ちゃんをレオナルドと名付けました。そして後に俳優となるレオナルド・ディカプリオが誕生したということです。夜のポンテベッキオはライトアップされて昼間とはちょっと違った趣がありました。昼間は大混雑する橋の上も夜はひっそりとしていました。コインを口の中から滑らせて落として下の穴に入れば幸運になれるというポルチェリーノの噴水は夜はひっそりとしていました。ということで自分も試しにやってみましたが残念ながらコインは入りませんでした。夜のフィレンツェはお店が閉まっているところが多いのでもちろんショッピングは楽しめないんですけれどもライトアップされた建物を見ながらの散歩もなかなかいいなと思いました。はい、それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。